はい、皆さんこんにちは。みえちゃんです。またどんどんね、動画のシェアが続いてますね。ノースシーね。皆様ご覧になりましたでしょうか。今回ね、このオランダのフェスではね、この前ご紹介した台湾の方ね、さすがにオランダにはいらっしゃらなかったみたいで、チャンネル登録してね、待ってた方いらしたらごめんなさいね。あの今回はね、それよりオランダの方かな、ヨーロッパの方だと思うんですけど、いち早くね見せてくださった方がいてね、もう私4時半ごろ起きてチェックしたらもう出てました。でね、これからねいろんな方のシェア動画がね次々出てくると思いますのでね、本当に嬉しいですね。皆さんシェアありがとうございます。本当に感謝してます。そしてね、もうこの NN フェスね、ノースジャズフェスといったらもうね、最高のフェスなのでね、私も本当に楽しみにしてたんですけれども、このフェスについてはね、どんなフェスなのかとかね、どんな人が出るとかね、詳しいことはね、もう5ヶ月も前になるのかな、説明させていただいている動画がありますのでね、よかったらねそちらの動画も参照してくださいね。そしてね、今回ね、このフェスね、もう出場者がとにかく豪華すぎて、風さんの好きなねマックスウェルとかね、私の好きな英国の藤井風っていうね別名があるジェイコブ・コリアも出てましてね、もうこの人にはその時の動画でも言いましたけれども、もうこの人は結構ねやっぱりあたおかでね、また別の意味でね天才なんですよ。そしてね、なんとねだいぶ以前なんですけどね、ジェイコブ・コリアのね動画に風さんがねコメントを入れてたんですね。でそのコメントについてもねその動画で説明してますので、よかったら見てくださいね。もうね風さん今回もねもうスタートからダッシュすごかったですね。はい、もうエネルギーすごくて心配してたわけどね、もう力余ってる感じですねもうそしてねステージを見ている観客もね、風さんもなんか光り輝いていてね、客席をねこうやって後ろから見てたんですけれども、なんかねなんていうの、みんなも光り輝いてんですねライトのせいと思うんだけどね、オランダとかねドイツってね金髪とかね明るい髪の人がね例えばアメリカなんかより多いんですね。多いような気がします。やっぱゲルマンの国ですからね、そのせいだったかもしれないけども、まあアジアからもね世界中からも風さんをね追っかけてる方多いとは思いますけれどもね、最後の8校ではねなんとね今度はなんだっけ白いブラがね、これ見えますかね白いブラが飛んでるんですよ、ここに。これね、それでまあこれだけだったんですけれども、そしたらね風さんね赤いブラの時はねさっと拾ったんですけれども、今度はねなんかねあらっていう感じでね固まっちゃったんですよあれって感じですね。はい、一瞬立ち止まったんですよ。そしたらねステージの下にいたこの監視員さんね、若い監視員さんが気づいてね、さーっとそれをね素早く拾ってねどこかへねしまってくれたんですよ。うん、どかしてくれたっていうかね、はい。それで私感心したんですけれども、この辺りもなんかね通常のロックフェスに比べてねなんとなく品のあるフェスだなっていうね気がしましたね。ちゃんとここに監視員さんが並んでてね、まあどこでもそうだったかな、よくわかんないけど、まあねエネルギッシュなねロックフェスもそれなりにいいことはいいんですけれどもね。そしてね私がね今回シェアしたいのはこれから言うことなんですけれどもね、梶さんマックスウェルのねカバーの時なのかな、よくまだね
画像が途切れ途切れでわからないんだけども、やおらねライターを取り出してねおっと何やり出すんだろうと思ってねハラハラしちゃったんですけど、なんか やばい感じの動作でね一瞬私マリワナというね言葉が頭に浮かびましたけど、風さんまさか疲れが頂点に達してね、とうとう本物のねあたおが代表になっちゃったのかしらなんてね思ったんですけど、そしたらなんとお香じゃないですかね。まあね、スピリチュアルな人はよくお香を使いますね、浄化するためにね。日本のお線香もそうですね。私は猫がいるのでね、お香はねあまり猫に良くないって言われお医者さんに言われたんであんまり使えないんで残念なんですけど、お香は大好きなんですね。風さんたらねまた長いのを口に加えてタバコみたいにね煙を吐く動作までしてね、もうこの子ったらって感じですよね。もうね花のね MV のシーンねそのままでしたね、ラリってるシーンそしてねその時のトークなんですけれどもね、 Let me cleanse myself と言いましたね。ちょっと自分を清めさせてと、This is holy place と、ここは聖なる場所だからと、This is freaking North Jazz Festival、 ここは天下のノースジャズフェスなんだからと、This is divine place と言ってね笑いを誘ってましたね。divine はねlove like this に出てくるね聖なるっていう意味ですね。でねこれはもうものすごいねNN ジャズフェスでね崇高な場所ですと、なんで自分がここにいるのかわからないと謙虚に言ってましたけど、でついでにねなんで君たちもここにいるのかわからないってねもう最高のジョークですね。I mean Maxwell is performing, it's crazy。 だってさマックスウェルだってパフォーマンスしてるんだからもうありえないよと、なんで僕のところなんか来るのかと君たちのことは信じられないと言ってましたね。でねその後にねThank you so much for coming とねささやくように優しい声で来てくれてありがとうと、You are so kind、 あなたたち本当優しいと、そしてねあなたたちはイエベンソリーフだと、イエベンソリーフっていうのはオランダ語ですね。で言ってねちょっと発音がね家っていうのをねジュエッと発音してましてね、それがねまた可愛いんですねで意味がわからない人のためにねそれはすごく優しいっていう意味だよって言ってましたね。そして Thank you Bob とオランダ語で言いましたね。オランダ語ってね面白いんですよ。ちょうどね英語とねドイツ語を足して2で割ったような言葉でねThank you もね風さん言ったようにドイツ語のダンケとね英語の Thank you で2つ合わせて Thank you って言うんですよ冗談みたいなんですけどね本当なんです。でバブっていうのはねベイビーのことですね。赤ちゃんだからバブのバブなのかね愛しいねみんな見てくれてるみんなをベイビーと言ってるんですね。ベイビーってね恋人のことだけじゃなくてねこんな風にも結構よく使われますね。みんなありがとねって感じがね。そしてねみんなも浄化してあげるねとか言ってね煙をみんなの方へやりながらねThis is holy festival、 これは聖なるフェスなんだからと、そしてみんなキャーキャーとね盛り上がってましたね。風さんね本当に頭の回転がいいというかねもうユーモアセンス抜群でねいつもね。そして特にね欧米ではねこのセンスオブヒューモアっていうのがねすごく大事なんですね。ジョークのね一つも言わなければ一人前とはね見られないっていうね、なんとなくそういう空気感がね日本では考えられないくらいあるんですよ。例えばみんなで集まってね食事する時なんかねみんな順番にジョークをね得意のジョークを披露したりしますね。そしてねその後ねすごいこと言いましたね。I'm always trying to be a good instrument、私はいつもね良いインストゥルメント、つまり楽器とか道具っていう意味ですね。いつも自分が良い楽器であろうとしていますと、
そしてね、and let God use me as an instrument or something like that と言ってましたね。神がね、私を楽器や道具みたいなものとして使ってくれるようにしていますと。これってね、いつも私も言ってることですけど、本当にまた言ってくれてね、もう風さん本当に嬉しかったです。風さんの生き方そのものですね。宇宙ね、つまり大いなる存在に全てを委ねて生きているということがね、また改めてね、確認できました。全てをね、天に委ねれば川が流れるように、花がひっそりと咲くように生きていかれるんですね。そこにはね、何の不安もないし、第一不安になったりする自分がいなくなっちゃうんですよね。全て天に任せているわけですからね。そしてね、I hope you can feel that と言いましたね。みんなもそれを感じられるといいねと。I hope you can feel that。これもね、Love Like This のね、歌詞そのまんまですね。みんなにもね、その大きな天の愛を感じてほしい。プリーマを感じてほしいっていうことですね。これね、本当にもう私いつもシェアしている考えそのものですし、風さんのね、生き方の中枢にある教えといいますかね。つまりね、God がね、自分を使えるようにすると。ということはね、自分が自分自身から離れるっていうことですね。自分を押し出さない。自分のないところに宇宙パワーが入ってくるって。いつもね、私もしつこく言いますけど、本当にその通りなんですね。それはつまりね、英語でね、自分はこんなすごい能力があるとかね、予言ができるとか、こんなすごいこと私はやってるとか、つまり自分を前面に押し出す、人に何かを見せびらかしたり、人より上に立ちたいとかね、いう野心のようなものっていうのとはもう無縁だっていうことなんですね。そうするともうただただ宇宙と一体になってそのパワーが直接いただけると。そしてね、とってもね、クリエイティブになるんですよ。まさにね、インスピレーションって言いますけれどもね、インスピレーションとかインスパイア、そういうものから来てますけれども、これはもう魂に神の啓示が吹き込まれるってことですね。このことをね、分かるともう人生がね、とっても楽しく楽になるので、それをね、私はいつも皆さんに言ってね、シェアさせていただいてるんですけれども、それで動画をやってるようなもんなんですけどね、それはそのまんま風さんの生き方そのものでもあるんですね。今日はね、この風さんの素晴らしい、そしてね、可愛いオランダ語のメッセージを中心にシェアさせていただきました。いよいよね、明日はもうモントルですね、モントルですね、有名なスターがね、ひょっとしたら観客に混ざってんじゃないかななんていうようなね、セレブ感もね、どこかあるフェスだと思います。一体どのようなパフォーマンスになるんでしょうね。皆さんと楽しみにまた待ちたいと思います。それでは今日はこの辺でありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。